したの？こいつなんか多分欲しがってるね。餌欲しがってるね。あ、来たよ。食べた。うんティだよこれ、うんティ。高い高い。ボーボーだね君。飛んだ。あ、結構開くんだ。あれピューじゃない？マキタのところに止まってるんだけど。本当だ。結構眠そうだね。どうしたの？なんでこんなとこに？え、ちっちゃ。この子がね、この子がなんかその道端で動いてる。動いてる。道端でね、追ってね。弱ってるね。どうしよう。こいつなんか多分欲しがってるね。餌欲しがってるね。なんか虫捕まえてきた方がいいか。卵の白身と小松菜をすりつぶしてみた。来たよ。食べた。おお。このウェイティング体勢になると食べあげやすい。口に突っ込んで。おお。多分スズメだよこれ。いろいろ調べたけど。かわいい。目も開いてない。どうしたんだろう。この後も雨降るじゃん。うん。このまま放置したら絶対やばいと思ってさ。明日嵐だよ。そう、止まりもないよ。野鳥って飼育しちゃいけないらしいから。最終的には自然に帰っていただくということでね。俺のツインパワーの箱がこんなに役に立つなんて。これちょっとこの環境もどれがベストかって調べようか。お、来た。おい。ほら。来た。こうやって覆いかぶさると。今食べた。羽ばた、うんこした。うんこ出た。ピュって出た。中泊の温度計が活躍した。今羽パタパタってやった。昨日もねよくやってたよ。羽ばたく練習。ね、元気だね。朝私起きた時28度ぐらいになってて、おう。この子ブルブル震えてた。マジか。だから寒いんだと思ってカイロの位置とかをそう直してもう30度ちょい高ぐらいにしてあげたら良くなった。鳥ちゃんのお家に良さそうなのがあったから買ってみた。リエルだね。ね、普通の巣っぽいやつ、すり絵ってやつ。ツインパワーの箱が即用。めっちゃ鳥の巣だ。北の電気毛布で新しいお家を畳め中です。まだ27度。もうちょっと温度を上げたい。どうやっ
って映せばいいんやろ。あ、いいじゃん。なんかすごく収まりがいいんですが。マキタの電気毛布いいね。そう、マキタの電気毛布で温めてる。寒い？ちょっと震えてない？寒いの？あ、29.9度。いえ。マキタの電気毛布最強じゃん。お、30度超えた。あ、鳥に当たってるもん。あ、鳥の温度か。うん。これずっと要求してるね。そう、スーパー要求タイム、これが。へえ。元気だよね、この子。まだ目は開ききってないね。うん。ほぼほらつぶってるね。うん。なんかちょっと立ち上がる。お腹いっぱいですか？超元気になったね、昨日よりね。そう、こんなえいって立ち上がるので知ってなかったよね。うん。何がパクパクしてあ、ごちそうさまですか。パクパクしてんのかわいい、この人。かわいい。目はね、うっすら開いてんだよね。ここが開くであろうっていうところはわかるよね。うん、ここからパカって開くであろうってところは。うん。かわいいな、こいつ。お。ごくんって知ってるだけかな。ほな。すごくない？これすごいもう。口はでかいんだよね。ガーバーって食べてくるんよ。これをちょっとやったらさ、もうガーバーくるんよ。ほぼほぼこれスズメで確定でいいと思うんだよね。スズメかな。ググったらスズメのヒナの画像と酷似してた。酷似してた。うん、このお尻のとこに尻尾があるじゃん。もうこれ一緒。うん、それなんかスズメにもそんなのついてたなって気が。昨日より髪生えてるかも。ね、だよね。頭の上のとこ。あ、このちょっとトサカみたいなのなかったよ昨日。マジ？うん。昨日の映像これやっぱ髪伸びてるわ。伸びてるよね。だってしかも背中も濃くなってるよね。1時間に1回は運転するよね。あ、する。だって本来なら他の兄弟とさ一緒にもみくちゃになってるわけだから。まあ一旦ピヨヒコかな。雑技。名前が雑技。たまに毛づくろいすんだよねこいつ。ほら。そう。かわいい。一発に。小さくね羽。うん。これでも意外と伸びんだよね羽。わって折りたたんでやるんだよね。あ、開いた。あ、いた。おーい。はい、スーパー要求タイムです。おそらくここから。もうちょっと鳥っぽくなってきたよあんた。あ、うんてするかもこれ。うんてだよこれ。うんて。本当だ。こうやって巣の外にやるんだ。そう羽のなんか一本一本がすごいしっかりしてきてる気がする。頭とかも真っ黒じゃん。うん。ボーボーだね。うん。ボーボーだよ。すごい気づいちゃったね。うん。羽の骨組みの先がファサってなってるね。そう。すごい。こっから毛がファサってなっていくんだ。もしかして。ね、どっから出てくるのかなって思ってたけどね。そっから出てくんだね。先端から。はみ出ちゃう。めっちゃうんこしてるし。めっちゃ歩き回るようになってんじゃん。
ちょっと水多すぎるな。おい。こいつ。から。やばい。めっちゃ歩くな、こいつ。そこそこ。あ、落ち着いた。おお、食べるのもうまくなったな。まだいける？もう一回ついちゃう。掃除しような。また移動してた？いないって思ったらね、ここまで移動してたの。こいつ何、マキタのふわふわが気持ちいいんか君。あ、でも気持ちいいかもね、これね。うん落ち着いちゃってるもんね。なんか動かすのちょっと申し訳ない感じ。一瞬で飛び出ると思う。あ、そうこいつね、歩けるからね。足腰強い。これをもう一段階包む段ボールみたいなのあった方がいいよね。なんかどっか外出ててさ、落っこちたりとかさ、私らが踏んづけたりするのが怖い。起きたね、今ね。起きた。だいぶなんか生き物らしくなってきたよね。なんか泣き方もなんかあ、寝た。スイッチ入ったスイッチ入った。奥まで行かないと飲み込めないんだよ、手前になると。なんか自分でもクイクイクイってやってるもんね。あ、ペロペロペロってしてる。このベロがあんのがね、マジで可愛いんだよね。あ、ゴクゴクってやってる。こんなにしてうん。多分もう、あ、パンパンになった。そのがパンパン。そのがこの構造面白いよね。結構足でしがみつくよ。傷つけたくない。あ、乗ってきた。あ、なんかほら海子の足しがみついてるでしょ。あ、なんかつっついてる。
脱落防止に段ボール。ちょっとずつ羽が出てきてるんだね。これが一気にドバって出る瞬間があるんだって。羽が出てきた。ここ羽。これすげえ。これ一気に来るぞ、そろそろ。かわいい。目も開いてない。どうしたんだろう。体の中透けてんじゃん。うん。もうすぐ自分の足で立てそうだね。高い。おお、すごい。勝手に羽ばたくようになってんのこれ。高い。高いしてたらうんこされてた。こんな奥に隠れてたよ、また。うんちはこっちよ。ピオちゃん、そろそろ生きてる餌を食べた方がいいと思うんで、ミミズをこれ与えてみよう。ピオスケにミミズをあげてみます。おお、食ったミミズ食った。初めてミミズ食った。よっしゃ。おお、食った。イエーイ。ミミズ一匹完食。ミミズ食ったら寝ちゃった。寝たわ。だいぶスズメっぽくなってきたな、羽が。ピヨピヨ。幼虫がね、爆増してるし、かなり羽が生えてきた。出た。もはやここに直置きでいいと思う。でこれが防波堤。何やってんの？え暗いとこに行きたいんじゃない？ああ、そうめっちゃ歩きもある。ほら暗いとこに入ってく。暗いとこに入ってく習性があるのかな。だから毎回奥に行ってんのかな。そういうことか。入りたがるんだ。布団じゃん、完全にこれ。人間と一緒やん。33度あるから大丈夫っしょ。
チャイ。今から俺出かけるわ、チャイ。無言かいちゃい。あ、泣いた。さすがにそれは厳しいんじゃない？いた。餌あげ機を買ってみた。育ての親。えいえいってやって、で、なるほどなるほど。こういうことね。チオさん、チオさん、お口開けて。よしよしよし。よし、上手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 。私の指を食べようとする。なんかさ、今気づいたけど羽がすごい一気にボッてなってる。やばい、うんぴうんぴうんぴ出た。で、髪マジボーボーじゃない？うん。今日のこの子。羨ましい。ボーボー。ツンツンだしね。うん。イケメンになってきてる。かっこいいイケメン。女かもしれないけど。ピオさんも髪の毛ボーボー。眠いか。眠いかな。今たらふくあげたからね。この中に突っ込みまくって。お脱走。お尻かわいい。眠いんだ。暗いとこ行きたいね。暗いと一こ行きたいね。人にしてくれよって言って。可愛さがおかしいことになってる。食って寝てをひたすら繰り返してるね。そしてうんぴをする。何どうしたの？チラチラこっち見て。こっちやぞ、こっちだぞ。上にお願いします。これ窒息してるの？ペロペロしてる、かわいい。おはよう、ピオさん。ピオさん、ちょっとこっち来ましょうか。ピオさん。完全にスズメやね。またそっち行くの？で、そこご飯あげにくいんだけど。ピオさん、こっち。ピオさん、なんで奥。おーい。おーい。おーい。いらんの？ピオさん？やっぱいるんじゃん。はい。いる。はい。立派になったね、ピオさん。そのがブクーンになってます。いけるか？いけるかい？いけた。鳥ちゃん、おはよう。あったかいな。だいぶ羽が生えてきた。猫の鳴き声でビビっちゃうな。だいぶ伸びたね。このストローっていうのかな、その先から生えてるもんね、羽がぴょこって。おお。
ピヨちゃんピヨちゃんピヨピヨ。そこにいてよ、そこにいてよ。あ、なるほどね。それ外れるんだ。そうそう。今日気温が30度あるから多分大丈夫だね。ね。かわいい。あんた佇んでるね、あんた。ピヨピヨピヨ。もう無理やり出さずに放置しとこう、このまま。そうやって放置してみよグルちゃん。グル。グル。外に行けそうなところを探してるっぽいよ。うん。おお。いっぱい歩いて疲れたな、今日はな。疲れたな、グルな、今日はな。荒ぶりすぎだろ。家はちょっと慣れました。もうなんか素肌が見えないね。ほとんど見えない。地肌が。こんなボーボーだった君。体が本当に。いや、つるっぱげだった。うんて大丈夫。持ちこたえた。こいつ。なんか多分欲しがってるね。餌欲しがってるね。わーり。ピヨ君羽立派になったね。ほんと。うんてした。ややべえ、俺の。髪の毛がボーボーだね君。飛んだ。飛んだ。すごい。今飛んだね。飛んだ。決定的瞬間取れたね。飛んだ。マキタのやつ好き。穴に入ってた。マキタ好き。フルちゃんがおるけんね。野放しにはできない。そう。そうなの。ごめんけどね。ステージみたいな。ごめんけどちょっとここにお願いします。すいまへん。飛んだのすごいね。ここに飛び乗んないかな。練習していい？ピヨ。もう手の中で餌やってたらそのまま寝ちゃった。やば、クソかわいい。なんかうちに来た時の感じだね。てか外でそこで餌あげてた時の感じだね。ぐるぐるしながら。おはようぐる。ぐるちゃんおはよう。ぐるおはよう。ぴょお、中に入るか。同世代のピオはね、練習してたんでしょ、外で。飛ぶ練習してた。飛ぶ練習。今朝ね、このぐらいのスズメがね、練習しとった。飛ぶ練習、親鳥と一緒に。地面にいた？地面にいた。地面でパタパタしてた。そういう練習中の鳥はね、拾っちゃいけないらしいね。らしいね。今日は外デビューするぞ。独り立ちしないといけないんですけどね。ピヨ。降りる気配がない。まあそりゃびっくりするよな、ピヨな。ビビってる。ビビってるな。
完全にビビってる。この外の音を聞くところからね、まず。運気が出たね。あ、本当だ。多分やる気出てきたな。うん、やる気出した。いきなりやる気出した。好奇心旺盛な感じだよ、この動き。飛んだ飛んだ。あ、すごい、ピオちゃん。お、いいよ。俺のフィールド。俺の独壇場。気持ちいいやろ、ピオ。プール入ってみる？ピオちゃん。プールあるよ、ここに。ピオちゃんのプール。ピオちゃん待って、ピオちゃん待って。日陰がいいのかね。あ、涼しい、確かにここは。めっちゃ泣いてる。ピオちゃん、ピオちゃん。お、あ、水にうんこした。すごい。お、手に乗った。寂しくなるよ。お前がいなくなるとな。寂しくなるぞ。いいよ。おお。どうだ。なんかもうなんかさ、たくましいよね。たくましい。なんかすごい感動してる私。出会った日のさ、姿とさ、うん。たくましくなったす。一発のスズメになったね。うん。だよ。この子は本当の親のことを覚えてるのかな。覚えてないでしょ。あの時目も見えなかったもん。飛んだ。おお。すごい。すごいすごい。結構飛べるじゃん。今どこいる？枯葉と同化して見えん。全然見えない。あ、いた。いたぞ、ピオちゃん。ピオちゃん気持ちいいね、外。まだね、今の状況だと一瞬で猫にやられるから。やられちまう。潜れる場所作ってあげた。潜れる場所作った。すごい、一本一本こうやってプールするの。毛づくろいしてるよ。すごい。いや。めっちゃ活発になってるす。ごい活発になった。うん。マキタのやつ好き。穴に入ってマった。キタ好き。お、ちょっと飛び乗ったよ。ピオちゃん。明らかに運動量が変わったね。外に出た瞬間。今までだってずっとこの中に潜ってたもん。潜ろうとばっかりしてたもんね。戻った。まだ止まりスキルがないんだ。でもすごい、おお、すごい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 。この巣の縁には止まれるね。うん。ポンって。あ、俺たまにやってるよ。お、すごい、すごい。お、捕まった。すごくない？お、初めて乗った。初めてこの。止まりに止まるスキルが様になってきてる。すごい。おお、すごいすごい。いや、おいで。おお、飛んだ。いいね、ピオ。ほら、足しがみついてる。お、食った。ピヨピヨ。
そこは滑るぞ、気をつけろ。滑るぞ、気をつけろ。ピヨッ上手、お上手。ピヨッミカの肩に乗った。かわいいこの方。ピオちゃんの重みを感じる。肩は居心地よさそうだね。うん、布の上だからね、滑んないからね。あ、うんこした。おお。すごえ、あそこに着地した。マキタに。マキタに着地した。すげえ。このものの数時間で急激に飛び始めたね。うん、おお。おお。さあ、羽ばたけ。羽ばたく。おお、みなぎってる。もうやる気満々。あ、もうこれについてきちゃってる。もう飛びたい放題になってる。その前に餌食べを覚えさせないとね。飛んだね。いや隠れるぞ。マジで危ないね。じゃあもう存在を認知しちゃった。鳥の存在を。だって朝探しに来たもん、ここまで。ケージから出したら。やばい、グルがずっとこっち見てる。なんか面白そうなもんある、そこ。俺に飛んできた。かわいいなお前。あ、くちばしの黄色が確かになくなってきた。でしょ。こいつ。なんか多分欲しがってるね。餌欲しい。うん。シャープになってきたな、ちょっとくちばしがね。捕獲して。飛び上がってくる。ダメ。ピヨちょっと危ない危ない。ピヨ。ピヨちゃんの方向に行ったって。ピヨ。反抗期やな。食わんか。進化が激しすぎる毎日の。どっからそんな体力湧いてくんだよ。こんなちっこい体でね。こっち来い。待って、こっち来い。ピヨ。大丈夫？ぶつかった。こっちがタツオゾーン、こっちがウミコゾーンで、ウミコゾーンのところはもうピオちゃんに占領されてる状態。どうです？どうです？ピオさんの巣立ちに備えて自分で
ご飯を食べるカップでとこの泡玉ってやつを進化したやってみたんだけど10-20分した消化しやすいようにふやかします。ちょっと時間かかるやん。じゃあ俺猫お願いします。本当飛距離がすごく長いのでマジで昨日ねそのグルちゃんの方行ったんよ。本当怖かったけん。グルちゃん鳥飛んできても食べちゃダメだよ今からね。あそっち行ったー。台所行ったグルちゃんびっくりしたわ本当に飛距離伸びたね。もうちょい待ってな。もしここに入ってきても襲っちゃダメだからね。タオル捕まる。同じ色。タオル捕まりやすそうだ。ピヨ腹減った？めちゃくちゃ開けてもね餌くれてよ。お腹も振り払われたブラッて違ったんだ。違うか。グルあれはピヨだからな。グルちゃんもうちょっとしたら外出すからね。これやばい。アヒルコラボやばい。いや戻るよ。いや戻るよ。兄弟踏みつけんなよ。いっぱい飛んだから戻ろうな。止まり気に。そこはいいね、ピヨさん。そこはどうですか？快適ですか？さらに届かないとこ行っちゃったよ。これもう上とかさ止まっちゃったらもう手のつけようがない感じになっちゃうね。やばいこいつ最強になってきた。ピヨちゃん、ピヨちゃん、口開けてるし。ピヨちゃん。いいよ。かわいい。分かった。ほい。ピヨ。ピヨ。グルちゃんね、かまってほしかったんだ。かまってほしかったんだな、グルちゃん。なあ、グル。おいで。グルおいで。グル。グルちゃん。ピヨ、おはよう。ピヨ。もっとこっち来い。ピヨ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 。高みの見物してるわ。外の鳥と会話してるな。今日でこの子を保護して2週間
2週間と1日ぐらい経ってんだけど、野生のスズメのヒナって2週間ぐらいで巣立ちするらしいから、そう考えたらやっぱ俺もう一刻も早く一旦外に危険も承知で出しちゃった方がいいと思うんだよね。でもスズメにとってはそれが当たり前だからね、外で生活するっていうのがね。お、ピヨおいで、ピヨおいで、ピヨ。え、ピヨ、お、起きた。旅立ちの時だ、ピヨ。出たがってるよ、すげえ。みなぎってるから。だってこのねケージも狭すぎるもんね。あそこ開くんだ。うん。おお。あそこ開くんだ。おお。飛んでった。すぐそこにもいる。花見つけろ。あれピヨよ。ピヨ、頑張れよ。あれさ、ピヨじゃない？ピヨ。あれピヨじゃない？マキタのところに止まってるんだけど。本当だ。ご飯なのか？飯作ってやるから。うん。ピヨ、ピヨ帰り。どうしたん、ピヨ。ピヨがめっちゃ家に入ろうとしてる。くるちゃんダメよ。元気かお前。帰ってきちゃったの。一人だったのか？怪我はしてない？こいつ。ああ。飯食えてなかったんかな。覚えてたんだ、ちゃんとね。ここがうちだってね。これマキタの毛布もでかいかもね。ずっと生まれてからこの中でいたもんね。いきなりは無理でしょ、そりゃ。うん、徐々にだよ。こいつの人生これからだよ。飯食って寝るのがルーティンだったからね。大変だったな、ピヨな。お、食べた。ちょっと飲み込めないみたいだね。ね、でも自分で取ったね。惜しいね、でもね。惜しい。一粒ぐらい食えたんじゃね？うん。そうだ。そうそうだよ。気になる。うん。飛んでった。ピヨ、困ったらまた来いよ。ピヨ。困ったらまた来いよ。
ブルちゃんピオの姿が見えるからもう大興奮しちゃってやばい。ブルちゃん捕まえて遊びたいんだろうね。ちょっとグルちゃんちょっとピオちゃん。うん、楽しそうだね。なったな、お前。友達はまだいないんか、いや。めっちゃ丸くなったな。声がすると思ったらピオだ。ピオ。それご飯だよ。ピオ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 。だんだん人間慣れがなくなってきたね。だんだん。結構人への警戒心を覚え始めてる最近。いいことだよね。いいこと。プルプルしてんな。お、ちょっと入ったんじゃないの、ちょっと食えてるね口にっていう。もう食えるようになってくる。おう、食ってんじやっぱこれの方が。ゃん。それはいつも。うん。これは泡玉入りのすり絵。ひなの時と一緒だな。満足。あ、なんか飛び方が早くなった。ブル何してんの？めっちゃまったりしてんの。いるかな。逃げるっしょ。もう野生に近づいてるね。ピヨピヨ。うん。あ。あ、あ、いった。プラムの木がお気に入りだね。うん、友達できたかな。ね。他のスズメの声もするね。うん、結構近くにいるんだよね。あ、なんかツンツクしてる。なんか出ちゃダメだよ。いや、元気か。どこにいる？あ、あそこにいる。ああ。
猫が反応。砂浴びしてる。本当だ本当だ。声がするけど、どこ？どこ？ああ、いた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 。おはよう。今日はピオが朝しか来てないね。そう来てないよね。声が全然しないの。でも朝もうね近づいてこなかった。そうん。この前友達といるとこ見たんやろ。そう映像は撮れてないけど、前餌食べてた時に周りに結構スズメが飛んでたんよ。うんうん。あいつらの仲間だと思う。そっか。まあなんか寂しい感じはするけど、ピオにとってはそれが一番だもんね。うん、徐々になんかね距離感も出てきたしね。うん、出てきた。人間イコール敵みたいなのが徐々に覚えてきてる。うん。なんか私らが育てたことによって警戒心が薄い子になっちゃってんじゃないかなっていうのをちょっと心配してたんだけど、うんこの前自分よりでかい鳥ヒヨドリが来た時うんパッて逃げたりしてたから、あ、そうそうそういうのできるんだと思ってちょっと安心した。カラスの声とかも結構逃げるよね。うん多分ねそこは意外と心配ないと思うわ。うん、たくましい。うんうん、学んでってるんだろうね今。うんこいつ口に突っ込んでおおだね君。あ飛んだ飛んだピヨっぽくねあれ。若い感じだ。あ、でも住んで大人の見た目になってる。ね泣き方がピヨっぽかったけど。ピヨかな。君はピヨかい。いや、わからん。うん。もはやわからん。いやでもピヨがあの中にいると私は信じてる。最近よくこの辺で遊んでる。電線に鳴いてるやつだよね。あれピヨっぽいよね声。ピヨっぽいじゃん。あ、風が来なくなった。来てないね今日はね、俺も今日結構ずっとここいるけどいないわ。仲間ができたんや。寂しいような嬉しいようなでも嬉しいな。完全にスズメ生活の開始だから、これからは電線の鳴き方ピヨっぽくない？そう一緒に何匹かいるんよ。うん今絶対ピヨだったよね鳴き方ね。ピヨかな。入っちゃった。あのね、ボートのそのあれさ、ピヨじゃない？ピヨ？あれピヨじゃない？マキタのところに止まってるんだけど。ああ虫食えてなかったんかな。
友達はまだいないんか。いや。めっちゃ丸くなったな。ピヨピヨなの？あ、行っちゃった。ピヨなのか。ミカの肩になった。肩は居心地良さそうだね。布の上だからね。大変だったな、ピヨな。ピヨなのか。順番に来るんか。かわいい。ピヨなのか、お前。あんたピヨなの？ピヨちゃんのプール。うん。あ、来ちゃってる。かわいい。ピヨかい。一匹だけだね。一匹だけだね。かわいい。気持ちよさそう。ピヨ。